どうもベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、おすすめ英雄解説をやっていこうかなと思います。このシリーズの、第4回であり、最終回の今回は、ミックス構成の、最適英雄について、お伝えしていこうかなと思います。ミックス英雄についてなんですけども、ミックスというのは、ギャングシューターバイカーの、3兵科の兵士構成が、基本ですね。また合わせてね、2種の構成の時の英雄についても、お伝えしていけたらなと思うんですけども、まず3つの兵からのバランス構成ですね。で、まず前提なんですけど、ミックス構成では、あくまで、英雄で、一つの兵科にステータスを尖らせたりっていうことはしません。ほんと尖らすんだったら、もはやそれってミックスである意味なくて、三陛下のミックスって、いつ使うかっていうと、基本的には、州庁戦の監視塔の防衛だったり、弾薬庫の防衛に使うんですけど、じゃあなんで監視塔とか、弾薬庫の防衛に使うかと言いますと、単種や二種だったら、そもそも守れないんですよ。なので、ミックスを使う。これに尽きるのかなと思います。仮に、じゃあシューターとバイカーの二種構成だったら、もしシューター単種打ったら簡単に倒しちゃうんですよ。ギャングバイカーの2種だ、2種で、ギャングバイカーの2種だったら、じゃあバイカー単種打てばいいよね、みたいな感じで。それってもはや駆け引きすらなんもなくて、格下のプレイヤーにね、簡単に負けてしまうので。ただ、ミックスだったら、ちゃんと3兵科いるので、もちろん弱点はあるんですけど、2種構成よりかはね、はるかに良くて。もちろん、単種で来られたら、格下の、プレイヤーに負けてしまうことはね、結構あるんですけど、でもね、全然勝てる時も結構あって。もちろん、同格であっても、正しい編成に変更が間に合えば、勝てることも結構多くて。で、そういったところがね、ミックス構成の、優位性と使うタイミングなのかなと思います。で、三兵科入れるというところで、単種攻撃と、チーム攻撃あると思うんですけど、単種だったら、その兵科しか、攻撃力乗らないじゃないですか。ただ、チームだったら3兵科分乗るので、単種と比べてね、3倍の効果があって。で、これって攻撃と HP も同様なので、ミックス構成組む場合には、基本的にこの、チームバフを持っている英雄を使うことになるのかなと思います。ただ、以前のコラムでお伝えした通り、防御は本当に価値が低いので、チーム攻撃と、チーム HP を持っている英雄が重要なのかなと思います。なのであれですね、メリューサ。これ攻撃と防御の、チーム攻撃と、チーム防御なんですけど、全然強くなくて、本当採用することは、基本的にというか、ないので、ここは本当一つ注意が必要だかなと思います。で、そうなると、チーム攻撃と、チーム HP を持ってる英雄というのが、まず課金英雄の、セインと、オーガ、レッドローズ、ミッキー、スノーストーム、で、あと無課金英雄だと、セクシーキャットと、あとプロフェッサーですね。プロフェッサーすいません。僕まだ未開放でちょっとお見せできてないんですけど、一応セイントと、オーガと、レッドローズと、プロフェッサーの4人の方が、ミッキーと、スノーストームと、セクシーキャットよりかは、若干ですが強いです。これなぜかっていうと、ちょっと英雄装備の話もちょっとあるんですけど、防御バフ、一応セイントとかオーガの方持ってるので、もちろんね、初戦防御っていうところではあるんですけど、それでもね、あるよりはないよりはあった方がいいので、っていうところと、あとはタイタンと、シャドウブレイドと、ミラーですね。この3人の、超高級英雄についても、もちろん、バランスで採用できます。というか、真骨頂ですね。タイタンと、シャドウブレイドと、ミラーは、もうこのバランス構成を大幅に強化してくれるんですよ。
攻撃バフと、攻撃バフが60%あって、チーム HP も30%あって、で、しかも英雄装備が全開放できると、このチームの4ダメージアップ、これ 1.5% 上がるのめちゃめちゃでかいので、非常にね、強い英雄なのかなと思います。なんで、基本的に、この中から、各陛下の英雄の人数が、2人以下になるように、選択していくんですけど、同じ陛下の英雄を、3人とか4人にすること自体、あんまりないと思うので、そこはね、そんなに心配いらないかなと思うんですけど、一応これなぜか説明させていただきますと、戦術スペシャルの都合です。ミックスといっても、ギャング2割とか、ギャング2割、シューター6割、バイカー2割とかね、めちゃめちゃ偏った編成だったら、話はね、もちろん変わってくるんですけど、戦術スペシャルって、率いてる部隊の数によって攻撃力変わるんですよ。ただ、この率いることのできる兵士って上限があって、で、これ、だいたい、全体の兵数のうち25%から30%ぐらいなので、そうなると、ギャング4割、シューター2割、バイカー4割みたいな構成をしたときに、ギャング英雄1人、シューター英雄1人、バイカー英雄3人みたいにしたら、シューターと、バイカーはね、戦術スペシャルを、フルで発動することができると思うんですけど、ギャングは、4割いるので、一部の兵士は、戦術スペシャルを発動することができなくて、で、そうなってしまうと、かなりね、火力の方落ちてしまうので、これを、バイカー英雄2人にして、ギャング英雄を2人にすれば、全員フルで発動できるので、もちろんその方がいいよねという寸法なのかなと思います。で、また先ほどの、セイントとかオーガとかの、チーム攻撃と HP の持ち英雄以外にも、受ける陛下が決まっている構成であれば、その陛下の、単種英雄を採用することもあります。受ける陛下が決まっているのであれば、その HP をどんどん伸ばしていきたくて、例えば、シューター受けで決まっているのであれば、じゃあ、セイント、レッドローズ、オーガ、まだスノーストームかセクシーキャット、どっちかにして、で最後にブルータスというイメージなのかなと思います。ただ、そうすると、シューター受けするんだろうなっていうふうに、もう相手から思われてしまうので、使い時は結構見極めがね、必要なのかなと思います。で、正直言ってしまうんですけど、無課金英雄で、セクシーキャットと、プロフェッサー以外で採用できる英雄って、妥協枠でもギガントしかいなくて、ただそのギガントも、ステータスとしては、課金英雄、セイントとか、レッドローズとかの、半分くらいのステータスしかないので、ちょっとね、厳しいところはあるのかなと思います。バランスって、あくまで格下のプレイヤーに負けないための構成なんですよ。ほんと正直、今の S4 とかになると、州長戦ですね。州長戦の S4 とかになると、もはやバランスで受けることができる人ってほぼいなくて。S3 でも、強いマッチングとかだと、ゴッドファーザー SS を全部揃えてる人でも、で、しかもさっきの超高級英雄の、シャドウブレイルとか持ってる人でも、これバランスって本当全部の陛下のステータスが必要なので、本当バランスで守っていくのが正直厳しい場合もかなりあって、っていうところもあるので、無理にバランス頑張っていくっていうのではなくて、端子に力入れて、攻撃側で勝つ方向で考えていくと、もっとね、このゲームより楽しめるのかなと思います。では、二種構成の時なんですけど、基本的には、その陛下のバランス英雄2人ずつと、それに加えて、相手に対して、火力を出したい方の、陛下の端子の英雄を2人増やします。例えば、シューターバイカーの2種だったら、オーガとレッドローズと、ミッキーと、スノーストーム。で、これに、シューターをメインで火力で考えているのであれば、ブルータス。逆にバイクをメイン火力で考えているのであれば、ママシードという寸法かなと思います。
まあもちろん、シャドウブレイドとか、ミラーがね、金なのであれば、バランス英雄か、まあ端子英雄、どれかとね、入れ替えることになるんですけど、まあただこれあくまで、シューターとバイカーが同じくらいの割合の話で、実際に撃つときって、半分半分じゃなくて、多分、シューター8割、バイク2割とか、そういう割合の方が全然多いんですよ。で、そういう時って、オーガとレッドローズとミッキーと、ブルータスとチュカパラ、すいません、チュパカブラみたいな感じで、バランス営業を一人増やして、メイン陛下の、単種営業を入れるのも OK です。むしろその方がいいですね。単種英雄については、基本的に、以前ご紹介した、単種英雄の強さ順の中で、一番強いものを、入れていただいて OK です。まあ、場合によっては、百花繚乱とか、あとはパピーとかのね、単種攻撃プラス、チーム HP バフの英雄を採用することもあります。前衛陛下ではないけども、火力を出したい場合は、まあ、百花やパピーのような、後衛で攻撃バフを、ちゃんと活かしつつ、チーム HP バフで、前衛の陛下の、HP を投げていくっていうのも、非常にいいのかなと思います。まあ、ただね、ここはまあ結構、ケースバイケースではあるかなというところで、まあ、基本的には、その陛下の割合が 20% につき、1人、その陛下の割合を入れるイメージかなと思います。まあ、本当最初お伝えしたんですけど、この兵士の割合に対する英雄の数、間違えてしまうと、もう戦術スペシャルが、100% 機能しなくなって、もう本来の力を発揮することができないので、そこは本当注意していただければと思います。はい。ということで、今回は、ミックスの3種構成についてと、2種構成の英雄について、いろいろお伝えしていったんですけども、ミックス構成って、まあ、ほんとちゃんとミックス用の英雄使わなかったら、まあ、正直かなり弱いので、まあ、でももちろん難易度はね、すごい高いんですけど、このゲーム、一番面白いのが編成の部分で、ミックス構成で、もう相手の、まあ、端子とか2種を倒せる瞬間がもう一番気持ちよくて、ほんと一番、楽しい瞬間なのかなと思ってます。まあ、なので本当できる方はね、ミックス構成にも、力を入れていくのがいいんじゃないかなと思ってまして、まあ、あとはね、今、監視と守ったり、破壊するときとかでも、ミックス構成で、変に偏っちゃってる200万人とかだと、トッププレイヤーの短期で抜かれることが全然あって、本当今、上位陣のステータスがもう半端ないことになってて、もう平気にね、2000% とかいっちゃってるので、まあ、ただ、ちゃんと、バランス、まあ、あれですね、2000% といっても、集結酸化バフないんで、まあ、ソロだったら、まあ、1900とか、またファミリークリスタルが揃ってること前提なんですけど、まあ、ただで、それでも本当に、単種だと、まあ、ちょっとこれも余談になっちゃうんですけど、高級装備とかの都合で、結構火力出やすいんですよね。あとは、チーム単位70% アップとかもあるので、そう考えると結構ね、本当に、編成のじゃんけん負けちゃうと、もう全然抜かれること結構あるので、まあ、ただ、ほんとちゃんとバランスを保った構成で、ちゃんと考えられてる編成とかだったら、そう簡単に短期で抜かれることってないので、まあ、偏った構成にしないことがね、本当に重要なのかなと思います。そんなわけでですね、次回は、編成についての動画を、まあ、1回ではさすがに終わらないので、またね、シリーズものにはなってしまうんですけども、編成の基礎から、あとあれですね、まあ、編成といってもまあ、シュータースクエアとかギャングスクエアとかそういう話に加えて、あとは兵隊の割合の話とかもね、いろいろできたら、いいのかなと思ってます。まずは本当めちゃめちゃね、上級者向けの、内容まで、全部、余すことなく、お伝えしていこうかなと思ってますので、もし、興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひそちらもご覧いただけると嬉しいなと思います。はい、では、最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になりましたら、チャンネル登録していただけると、めちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。